3足目はノルフ。海と空の緑や青が風景のアースカラーに溶け込んだような地中海のノルフ岬から着想を得ました。ということで、アースカラーの靴下。系統6色使うみたいです。前回2色でヒーヒー言ってたのに、ちょっともうできる気がしてないんですけど、本に書いてある糸が日本では売ってないので、単色のアースカラーっぽい糸ということで柔らかラメにしました。指定の糸と太さが全然違うっていうのもあるし、本でもゲージを取るのがおすすめってあったので、今回はゲージを取りたいと思います。で、柔らかラムを昔に買ったことがあって、黒。これがお家にあったので、これでゲージ取ります。ゲージを編んだ結果、サイズを1個下げると、ちょうどよくできる計算だったので、それでいこうと思います。ジュディーズマジックキャストーンをやって、つま先作ってみましょう。つま先ができました。ジュディーズマジックキャストーン初めてやったんですけど、結構有名な主流な作り目なんですね。次はフットということで、ここから編み込み模様始まります。チャート1の模様編みができました。どうでしょうか？1段間違えて4段ぐらいほどいてまたやり直しっていうのが1回あったぐらいで、今のところ順調。くっきり柄が見えてる感じではないんですけど、それもまたいい感じ。この後簡単なお花模様の編み込みをやってチャート2に差し掛かる感じですね。じゃあ引き続きやっていきます。だいぶ怪しめのフラワー模様ができましたなんかあんまりはっきり編めてないけど、なんかこの前の2色で編み込んだ経験が活かされてるような感じがする。一回一回糸切ってるのでかなり糸処理が大変そうなんですけど、しょうがないですね。こっから一旦ヒールの準備っていうのがあるらしくって、アフターソートヒールっていう方法、後からかかとを編みつけるみたいな YouTube で実際やってる人の動画を見たんですけど、なんかね、その方が一応リンク、その方がデンタルフロスを一旦入れてたんですよ。なんで私もデンタルフロスを入れて、で別糸で編んで、編んだやつをまた針に戻して、もう一回メインカラーの糸で編むっていうところまでやりました。ここがデンタルフロスが入ってて、別糸、フラワーチャートでチャート1を編んで、ゴム編み、2目ゴム編みをして、2目ゴム編み伏せ止めをしました。2目ゴム編みの伏せ止めも今回初めてやりました。参考にした動画はこちらで、今状況としてはこう1本の筒ができてるっていう感じです。で、これ怖いのがこの裏ですよね。で、裏返すともうこれは憂鬱、一番憂鬱。これがここまでは順調に編んでたんですけど、問題発生です。本に書いてあるミニガセットの作り方を読んでもちょっと理解が難しくって、 AI に解説をお願いしてみたりとか、あと YouTube に上がってる動画、いろんな海外の人とかの動画も見たし、日本の方の動画も見たんですけど、当てはまるような動画がなくって、なんかね、これマッチを片方ずつ作るみたいなんですよ。もしかしてこうかなっていう編み方を
別の糸で編んでみたりとかしてサンプル作ってみたりとかしてやっと形になったのがこれ。緩やかな U 字になっていて、で右を編んでから左に移動して左を編むみたいな感じです。自分なりに説明文を書いたものがあるので、概要欄のところに書いておこうと思います。かかとが編めました。なんかネギ坊主みたいになってるんですけど、減らし目をしてって真ん中で絞るみたいなタイプです。やっぱ私が多分編むの下手だから、ここすごい穴開いちゃった。こっちもなんか穴開いちゃった。まあいいか。それではもう片方の靴下は1時間を1秒でどうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9時間でした。ジュディーズマジックキャストオンから始まってアフターソートヒールというのをやっていろいろあったんですけど、当初心配してたカラーワークよりもマチの部分と地味に2目ゴム編み止めが難しかったです。今回はクールトーンのアースカラーで配色したんですけど、赤っぽい配色も可愛いんじゃないかなと思いました。それではこの辺でご視聴いただきありがとうございました。